皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、お隣の国のスキャンダルについてです。つい2日前に私は、チョグク前法相絡みのスキャンダルが起きていることを動画にしました。そして2日経った現在、今度は同じようにして、チョグク前法相が絡んでいたかもしれないようなスキャンダルが出ています。しかも今回は全くの別件です。そして、彼の所属していた民情秘書官室が捜査の対象となって、検察が家宅捜査を行うといった事態に発展しています。一体どのようなことが起こっているのか今回は見ていきましょう。それではニュースをどうぞ。大統領府を家宅捜索。ノムヒョン氏側近の監察もみ消し疑惑で、警告検察。警告のソウル東部地検は4日、ユ・ジェス元プサン市経済副首相への監察打ち切り疑惑と関連し、青瓦台大統領府秘書室の家宅捜索に着手した。ユ氏は11月末、収賄容疑などで逮捕されている。2017年に青瓦台民情首席室の特別監察班が、ムン・ジェイン大統領の盟友である故ノムヒョン元大統領の随行秘書などを務めたユ氏の不正情報を入手して監察を行ったが、上層部の指示で監察が打ち切りとなったとの疑惑が持ち上がっている。当時はチョグク前法務部長官が民情首席秘書官を務めていた。地検は軍事上の秘密が求められる大統領秘書室の家宅捜索はその責任者の承諾が必要だとして、対象機関の特殊性から家宅捜索の方法は対象機関の協力を受け、任意提出を受ける形で必要な資料を確保すると説明した。地検は2017年当時、ユ氏への監察がどの程度まで進められていたかなどを確認する方針だ。ユ氏への監察が原因不明の理由で打ち切りになったとみて、監察をもみ消した人物の特定に力を入れている。また、著氏や与党共に民主党のシンクタンクである民主研究院のペク・ウォンウ副委員長、当時は民情秘書官らが会議を行い、ユ氏の監察の打ち切りを決めたとの疑惑についても調べている。今回のニュースの肝は何といっても、捜査が大統領府にまで及んだといったところが重要なポイントです。大統領府まで捜査をするぐらいだから、きっと証拠固めをするような段階に入ったのだろうと一瞬期待させるようなニュースになっています。ところがこのニュースを読んでいくと、その後深掘りすることが全く意味がないなと思えるような文言が一つ入っています。それは任意で提出するものだというふうに書かれていることです。強制捜査を行って関連資料を全部押さえるといったような光景ではありません。任意の提出ですから、事前に問題がありそうなものについては引っ込めておけば、この捜査というものが全く意味のないものだということがすぐにわかります。何かの記録や書類といったものを提出する際に、一つ一つチェックした上で、これだったら問題ないな、よし提出しようといったような形になっていれば、家宅捜査をいくらしたところで何の意味もないでしょう。ですから、大統領府まで捜査の対象になったということ自体は確かにニュースなのですが、今後このスキャンダルが大きな事件として大物が逮捕されることになるのかといえば、私は可能性はかなり低いのではないかと思います。これは先日私がお伝えしたチョグク前法相に関わるスキャンダルも同じでした。重要な証言をするかもしれないと言われていた人物がこの世を去ってしまい、核心部分については闇の中といった形になっています。今回の件においても任意で証拠になるようなものを提出してくださいなどという甘い捜査であれば何一つ確信に迫ることはできないでしょう。ですから、立て続けにスキャンダルが続いたな。だからムン・ジェイン大統領の支持率が下がるだろうという見立てはかなり無理があります。もちろん疑惑が様々あるのですから批判されるのは当然でしょう。しかし重要な証拠などが見つからなければ犯罪として立件することはほぼ不可能です。そのような中にあって批判の声が長く続くとは思えません。こういった展開を見ていると、あちらの国においては現役大統領に対する不正を追及することが果たして可能なのだろうかと疑問に思います。このような展開を見ていると、果たして大統領やその周辺の起こしている不正といったものを現役時代に追及することができるのだろうかと疑問に思います。明らかに制度上の問題が存在するとしか思えません。
ムン・ジェイン大統領の場合は、こういったスキャンダルが起きてもいつの間にか話がしぼんでいて、次の話題に移っていくというのが何か当たり前のようにさえ思えてしまいます。今回事件の中心人物とみられるユ・ジンスという人物については一切解説を行いませんでしたが、おそらくはこの人物について掘り下げる必要はないでしょう。なぜならこの事件というのも証拠不十分といったような形で人々の記憶から消えていくでしょう。皆さんはこのニュースについてどのように思われたでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。それではニュースについてはここまで。ここからは余談になります。今回の余談は今後私がどのように活動するのかといったことについて少しお話をしましょう。一つ前の動画で私はカッパ園長さんの話をしました。カッパ園長さんは YouTube を入り口にしてオンラインサロンを別に設けるという方法で今後活動していくことを明らかにしました。このオンラインサロンというのは今月中は無料ですが来月からは有料化されるということをカッパ園長様はお話をされていました。一方で私は基本的にはオンラインサロンという形はなるべくならやらない方向でいきます。なぜならば YouTube はみんなが無料で見れるというのが一つ大きなセールスポイントになっています。そして何よりも大事なのが多くの人が利用しているナンバーワンサイトであることは間違いない事実だからです。ですから YouTube の中でまず基本的には活動していくというのを第一に考えています。ただし今 YouTube がナンバーワンサイトだからといって今後もずーっと同じようにしてトップランナーであるかといったところは少しわかりません。トップが交代することは別に珍しいことではないからです。例えば10年前であれば動画サイトといえばニコニコ動画でした。ですから今後10年経った時にそういえば昔は YouTube っていう動画サイトがあったよねという話になっていたとしても別にそれは驚くことではありません。ですから現時点では一番多くの人が見ている動画サイトだから YouTube にはこだわりますが、それに代わるような動画サイトが現れた時には別に私は YouTube にこだわっているわけではなく、多くの人が見ることができるサイトさえあればそちらに移っていくということを考えています。今のところそうした第2の YouTube になるようなサイトというのがなかなか見つかっていないので、今のところは YouTube に残るしかないというふうに考えています。またオンラインサロンにするとどうしてもお金を払っていない人が見れないじゃないかという問題が発生してしまいます。カッパ園長さんほどの人であればお金を払ってでも見たいよという人が非常に多くいるからそれは成り立つでしょう。しかし残念ながら私の現在のチャンネル登録者数から言ってもまとまった人数がそうした課金してまで見たいと思うかと言われれば正直私自身全く自信がありません。ただし有料化という部分について言えば一つ考えがあります。それはメンバーシップ制度です。これは YouTube 上の機能でファンの人たちに向けて有料メンバーを募るといった機能があります。ただこの機能をどう使うかといったところについて私もまだ考えが詰め切れていないので導入はしていません。お金を払った人とお金を払っていない人に全く違うコンテンツを用意するのかと言われれば私の場合は1日に1回の動画という感じでほとんど分けて作ることが難しいような状況です。私自身がもしも1日に5個や10個動画を作れるのであれば有料メンバーと有料ではないメンバーに対して違う動画を見せるといったこともできるのですが残念ながら私はそうした量産体制ができません。ですので私がメンバーシップを導入する場合には無料メンバーも有料メンバーも見る動画については同じです。今どのような動画を作ろうと考えているかといったところをお知らせするであるとか私を応援してくれるんであればカンパをお願いしますというようなほんのちょっとのプラスアルファしか用意できないと思っています。このメンバーシップ制度を導入するのか導入するのであればどのような形にするのかといったところについてはいずれ詳細は皆さんに明かすことにはなるでしょうが正直まだどのような形になるかは決まってはいません。今後の話としてそのようなことを考えているよといったところだけ覚えておいてもらえると嬉しいです。それでは今回のお話はここまで。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録をしていってください。次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。